はいどうも、マフィア梶田です。いやー、買ってしまいました。ダッチチャレンジャー SRT デーモンショーファードリブンを探しているとかね、以前動画で話しましたけれども、結局こういう車に落ち着いちゃうんですよね。でね、まあなんでこの車を買ったのかっていう点も含めて今日動画お届けしていきたいと思うんですけれども、俺だけじゃなくてね、この車について説明してくださる方をお呼びしております。こちらへどうぞ。どうもキャリーウィングの加藤です。こんにちは。よろしくお願いします。はい、こちらキャルウィングの加藤さんです。この車をね、買おうかっていう時にやり取りをしてくださった担当の、ね、方なんですけれども、さあ加藤さん、こちらのキャルウィングなんですけれども、まあアメ車のみならず高級外車とかで有名なお店ですよね。噂には聞いてたんですけど、俺は初めてでして、今回が。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ご縁があって。そうなんですよ。一本の電話で。そうまさかデーモンを言っていただけるとは。デーモンをね、探してたんですよ。ちょっと前から。そうですね。これなんでかっていうと、ダッチチャレンジャーがそもそも2024年か25年に生産を終えるんですよね。そうですね。今そういうやっぱり話が出てますね。そうなんです。で、俺はもともと免許取って最初に買った車がダッチチャレンジャーの SRT ヘルキャット。これが2016年式だったんですね。でそれに若葉マーク貼っつけて乗ってたんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。それは聞いてなかったですね。それで車デビューがまずヘルキャット、チャレンジャーだったんですけれども、なんとその車がですね、乗ってから2年から2年も経たずにかもしれないですけれども、ものすごいけどお釜掘られて廃車になるんですよ。でもうね、それで気に入ってた、生まれて初めてですよ、自分で手に入れた車をお釈迦にされて、失意の底に陥ってたんですけれども、それでいつかまたその現行型のチャレンジャーに乗るぞって言っていろんな車買ってたんですね。あれ確かでも古いチャレンジャーとかお持ちでしたよね。だからそれでヘルキャットやられた後に、もう人生何が起こるか分かんない。もうこうなったらもう最初は免許取り立てだから、せめて現行車に乗ろうってことで現行車のチャレンジャーだったんですけれども、もともと趣味としては古い車が好きなんですよ。でそれでもうタガが外れてね、69カマロ、70チャレンジャーお持ちですね。今2台持ちなんですけれども、3台目です。ありがとうございます。やってしまいました。すごいですね。正直もう俺は将来のことをもう一切考えてない。でも、将来のことを考えてない、逆にでもこれは将来に後世に残る名車ですからね。そうそれなんですよ。買った理由としてそれなんですよね。買いたくても買えなかった人が多くて、日本で乗ってる方なんて本当に何人かしかいない車です。数えることですね。多分片手で数えられるくらいじゃないですか。僕も正直この業界もう21年やらさせていただいてます。で中でお恥ずかしながらデーモン今回初めてです。それぐらい、現地でも車買えない、あっても金額高騰してる。今すごいですよね。なんせ全世界3300台ですからね。おっしゃる通りです。でその上で生産終了が決まった時点で、もう一気に高騰して、そうですね。もうチャレンジャーの中でもさらに手に入りづらいチャレンジャーなんで、だからこそもういつか取り戻すって思ってたので、もう今買うならもうデーモンしかない。確かにもう後世に残していく、俺が大事に取っておくにはもうデーモンしかないって思って、見事地獄から蘇ってきたヘルキャットがデーモンになって帰ってきたというふうに俺は考えてます。色も同じなんでね。そうなんですね。だからね、黒にこだわって探してたんです。なるほど。最初に乗ってたヘルキャットが黒だったんで、おっしゃってましたね。黒にこだわってるっていうのは。そうだから同じ、必ず見た目が同じ黒のデーモンを探したいと思ってて、だからもうようやく再開できたような気持ち。別の車両ではあるんですけれども、まさか地獄から蘇ってきた。まさに悪魔ですからね。で今日はね、せっかくなんでこの加藤さんに、こういうデーモンのスペックなんかも紹介していただきつつ、俺のね走行動画も挟みつつ、この車両の魅力をたっぷりお届けしていきたいと思います。
さあじゃあこの車の魅力をちょっとたっぷり紹介していきたいと思うんですけれども、やっぱりパッと見で正面から目に入るのはこのバカでかいインテークですよね。そうですね。これなんて名前でしたっけ？これエアグラバーって言いますね。エアグラバー。はい。うん。まあフレッシュなエアを取り入れてエンジンを冷やす。まあこうパワーを上げるためには必須の。正直ストックの車でこんな形してるやつ見たことない。いやここまでのはないですよね。ない。でヘルキャットもここの3つで小さい穴開いてるじゃないですか。だいぶルックス違うんですよね。違いますね。もうだからエアを取り込む量が全然違いますよね。そう。で現行の例えばレッドアイとかも2つじゃないですか。それをこの1つのバカでかい。これは驚きですよね。このやっぱルックスも惚れ惚れするんですよ。やっぱデーモンを選んだ理由として、現行の2つ穴がちょっと個人的な感性に合わなかったんですよ。だからこれかっこいいなっていうのはあったんですけれども、さらにここだけじゃなくてこのライトの内側ライトも両方エアインテークになってるんですよ。これ思い出深いんですよ。ヘルキャット買った時に最初乗って得意げにね友人乗せてドライブ行ったんですけれども、降りた後友人に梶田君、これライト片方壊れてるぞ何もないですもんね。でこっちだけないから、俺もそこで初めて知って、あれってなって、速攻で車片方に電話かけて、これライトどっかで落としたんですかねって言ったら、梶田さん、それはそういうものなんですって言われて、なるほど大恥をかいた覚えがあるんですよ。でもね、ガソリンスタンド行っても同じこと言われたんですよ。お客さん、これライト壊れたんですかって今回はさすがに両方空いてるからもう言われないと思うんですよ。前はね片側だけだったんですよね。アシンメトリーだったんですよね。で、正面見ていくとやっぱ顔としてはね、チャレンジャー何が好きかっていうのは横一文字のシンプルなこのいかつい顔つきですよ。これがたまんないんですよね。でやっぱりこっち側にそうですね。このねオーバーフェンダー、ヘルキャットの時はオーバーフェンダーじゃなかったんですよ。俺が乗ってたのナローボディだったんですね。ナローボディだったんで、普通にフラットだったんですけれども、このオーバーフェンダーつくとやっぱ印象だいぶ変わりますね。そうですね、もうマッチョ一言で言うとマッチョ。オーバーフェン付きの車も初めてなんですよ。意外ですね。意外と見た目に反して俺はそういう車趣味はなかったんで、昔いわゆるバリバリだぜの時代の車には乗ってないんで、こういうオーバーフェンダーの良さってちっとも分かんなかった。いやもうオーバーフェンダー僕は大好きですね。やっぱ世代ですか？僕は僕は K2 匹っていう車乗ってました。うわ渋い。K2 匹のベンツ乗ってた頃がありまして、もうこういうの大好きです。大好物です。やっぱいいもんですか？いやいいですね、最高ですね。それにやっぱ付随してタイヤもでかくなってますけど、このタイヤ日東のタイヤなんですよね。そうですね。日東のスリックタイヤかなこれ。セミスリですね。セミスリックタイヤ。でこれ前のオーナーの趣味だと思うんですけど、グッドイヤーのレタリング入ってる。なんかイベントに出そうっていうなんかお話だったらしいですね。前のオーナーさんがレタリングを入れたと。なるほどね。最初見た時にあれって思ったんですよ。グッドイヤーのタイヤ履けたってなって。おっしゃる通り。だからグッドイヤーのタイヤ履けないからしょうがなくグッドイヤーのレタリングをこれに入れてると思うんですけど、これに関してはしばらく乗って、そのうち変えるかもっていうラインですかね。でも俺意外と嫌いじゃないです。ホワイトレター自体はかっこいいですよね。この車の雰囲気には合いますよね。昔のチャレンジャーに対するリスペクトとも思えるんで、なるほどなるほど。初代とかのね、グッドイヤーではないけどグッドイヤーのレタリングが入ってても面白いは面白いですよね。でこっちデーモンバッジ、なんといってもやっぱり赤いデーモンバッジですよね。前やっぱヘルキャットで猫ちゃん入ってたんですけれども、今回はね地獄から蘇ったってことでデーモンに変わって、この黒に赤のデーモンバッジがまた入りますよね。かっこいいですね。キャリパーもそうですね。赤ですから。そうキャリパーも赤でバランス取れてますしね。差し色としてうまくきました。梶田さん今日赤に黒似合ってるでしょ。もうなんかもう合わせてきましたね、やっぱり。俺はもともとこういう感じで活動してるから配色もバッチリなんですよね。やっぱデーモンが。いやこれデーモンじゃなくてマフィアって車なんですよ。じゃあこれそのうちカスタムしてねマフィア仕様にチャレンジャーマフィアなんですね。いいと思うんですけどね。
で車内もね、はい、これさ開けるとこの赤いシートベルト、これレーシング仕様ですかね。レッドシートベルトはこれオプションです。オプションでこの車のすごいところは、助手席、後ろの席、エアコン、これ全部オプションなんです。じゃあノーマルだと運転席のみ。運転席だけ実を言うとでしかも、すごいところ、チャレンジャーデーモンを頼んだ時に、1ドルでこのオプションつけれるんです。1ドル助手席1ドルです。助手席1ドル1ドルです。やけくそみたいなキャンペーンですね。まあいかにだからレーシングカーってことですよね。もう本当にドラッグレースするために生まれてきたような車なんですよね。でこのレザーシートのこのデーモンのねステッチもやっぱたまらんですね。やっぱこういうところためだけにもデーモン買う価値がある。いやそうですね。ルックスでいうのはほとんどヘルキャットとか通常のチャレンジャーとか変わらないですけれども、このワンポイントでやっぱりもう違いが出ますからね。やっぱ魅力的な車ですわ。でこのデーモンなんですけれども、やっぱり特徴としてはエンジン、車はいかにパワーがっていう話ですからね。ちょっとエンジン上げてみましょうか。さあやっぱり特徴的なのがこのエンジン、6.2 リッター V8 ヘミエンジン、スーパーチャージャーですね。スーパーチャージャー、でやっぱりデーモンのねこのエンブレム、が入ってんのがやっぱかっこいいっすよね。こいつだけでも価値がある。もう唯一無二ですからね。唯一無二のエンジンですよ。でもうこの発揮するパワーたるや、808馬力、808馬力のハイオクタンガソリン840馬力、ヘルキャットから比べたら100馬力アップですね。100馬力アップする。707馬力でしたね。そうですそうです。ランボルギーニより馬力ありますからね。そうそう考えるとすごいですよね。スポーツカーじゃなくマッスルカーじゃないですか。マッスルカーでそういった名だたるスポーツカーに並ぶパワー、逆に超えるパワー。そうですね。これはもうね唯一無二と言っていいでしょう。もう本当、アメリカンマッスルの象徴ですね。そうしかもですよ、0-100-2.3。いやすごい0から100で 2.3 秒で加速。恐ろしいですね。恐ろしい車ですよ。で踏んでからもうあまりのパワーにウイリーするじゃないですか。フロント浮くじゃないですか。浮いた状態でその走る距離でギネス認定されてる。その通りですね。化け物みたいな車ですよね。ギネスブックに乗っちゃったのすごいですね。で絶対に出せないけれども最高速326キロ。326キロ。F40 が324キロでしたからね。それを考えると F40 超えです。F40 超え326キロ。理論上は最高速で走り続ければ新幹線よりも速くもそうですよね。しかも梶谷さんこれオートマですからね。オートマなんですよね。オートマでの話ですよこれ。やっぱり今もガソリン車がもうこの世界的に地球規模でなくなろうとしてるじゃないですか。なくそうって運動が始まってるじゃないですか。だから正直時代に置いてかれてこれから滅んでいくばかりなんですよね。もうこんなハイパワー大排気量の車なんですよ。だから今確保しとかないともうこの先一生かけて手に入るかどうかっておっしゃる通り。だから俺はやっぱりもう世代としては多分最後のこのガソリン車乗りになってしまうと思うんですよ。だからそれを考えたらもう今手に入る最高のチャレンジャーもう欲しいと思うのは人情ってもんじゃないですか。だからねいろいろ無茶をして購入したわけですよ。正直人生設計は大幅に狂いますけどねこいつのおかげで。その割には即決でしたよね。即決ですよ。だってもう手に入んねえんだから。そうですよね。海外のオプションまで気持ちいいぐらいの即決していただきましたよね。そういやこいつはね本当に。ちなみにお値段はねそうでしたね。ちょっと梶谷さん安すぎません？安い。もう少しいただかないと。いやそこはさっきも言ったように海外から入れる金も含めてですからね。なるほど今コロナの影響で輸送も金かかるし、
チェックも半導体不足もありますしね。そう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 、いろんなところに影響出てますからね。中古車買うのさえ大変なんですから、本当に、デーモンの中古車自体がもうないですしね。ないんですよ。すごいやっぱりプレミアついてるって今いっぱいみんな言ってますね。だからもう本当にここから値段上がっていくばっかなんで、逆に言うと今買わないとこの先買おうとするともっと経済的打撃がでかいんですよ。だからもう頑張ってこいつ車用車にします。すごい、こいつで頑張って仕事します。すごい。まあさすがにね、タイヤもセミスリックだし気をつけて乗らなきゃなっていうのは前提ですけどね。いやー、じゃあね、最後にちょっとこの車やっぱ皆さんエンジン音とか聞きたいと思うんですよ。なるほど。なんでね、エンジンかけて踏んでいただこうか。かしこまりました。かしこまりました。やってもらっていいですか。わかりました。さあということでね、これからエンジンかけていきたいんですけれども、チャレンジャーの、ハイパフォーマンスモデルの特徴としてキーが2つあるんですね。片方がブラックキー、もう片方がレッドキー、これの違い何ですか。まずですね、こちらが黒ブラックキースタンダードキーです。こちらの鍵ですと、一応500馬力500馬力が上限で設定されます。そしてレッドキー、こちらになるとですね、本来持っているパワーを、潜在パワーを解き放った808馬力。えげつないですよ。えげつないですね。まずギャグだなって思ったのが、500馬力にするとエコモードって表示500、それでも500馬力ですからね。500馬力のエコってなんだよってヘルキャットの時からずっと思ってたんで笑ってたんですよ、ずっと。でもね、このね、やっぱ慣れてくるともうレッドキーしか持ち歩かなくなるんですよ。なるほどなるほど。気分が乗った時とかはもうこれで解放して、700馬力800馬力で走るのがやっぱたまんないわけですよ。燃費はクソになるけどこれもかっこいいですよね。少年心をくすぐるわけですよ。赤いキーでリミッター解除っていうのはね、今初めて踏みます。よいしょ。すげえ。スーパーチャージャーの音がすごいですね。スーパーチャージャーの音もうね、ヘルキャットの音と全然違う。ヘルキャットのスーパーチャージャーはやっぱ猫が鳴きわめくみたいな音だったんですけど、こっちはゴジラっすね。ゴジラですね。こっちはゴジラっすね。あれ、やば、たまんないっすね。さあというわけでね、こちらデーモンですね。これからこの音を響かせながらドライブしていくのがマフィア梶田のライフスタイルになっていくと思います。やっぱりヘルキャットじゃなくてデーモンってなると手に入るとも限られてくるんで、もう正直キャルウィングで今回こう手に入らなかったらもう次何年先になるかな。ありがとうございます。でも梶田さんのキャラクターにぴったりですよね。いや本当にね、本当にこういう車じゃないとやっぱ自分でも自分の車って気がしないですね。本当にイメージにぴったりな車で、これからね69カマロ、70チャレンジャー、そして18デーモン、いいですね。すごいラインナップですね。この3台を楽しみながら人生を謳歌していきたいと思いますね。さあマフィア梶田の YouTube チャンネル登録とグッドボタンをいつもありがとうございます。そして皆さんね、もしよければこちらキャルウィングさんに理想の車探しに来てください。マフィア梶田の YouTube チャンネルを見ましたってもしお客さんが言ったら結構サービスしてくれたりします。痛いとこつきますね。まあ考えてきますね。考えておいてくださいね。言ってください。それは本当にぜひそういった方はマフィア梶田のチャンネル見ました、見てきましたって言っていただければ喜ぶんで、お願いします。それでは加藤さん、今日は本当にありがとうございました。バイバイ。
登録とグッドボタンをお願いします。